呼吸を整え、今ここに意識を向ける。こんにちは。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はまずはチャンネルに寄せられたこちらのコメントをご紹介します。過去の嫌な出来事が頭から離れず、自動思考が止まらないことがあります。そうなるとなぜかまた嫌な人に出会ってしまうんです。これ、きっと多くの方がわかるとうなずいていらっしゃるのではないでしょうか。さらにこんなリアルな声もいただいています。考え続けても怒りが収まるわけじゃないのに、やめようと思えないんです。相手をギャフンと言わせないと気が済まない。どうやってやっつけてやろうかというドロドロした思考が止まらないんです。やられたらやり返す。そうすればすっきりするはずだと思ってしまうんです。実は辛い記憶や相手をやっつけたいという強烈な怒りは、楽しかった記憶よりも圧倒的に思い出しやすく、心に強く残りやすいという性質があります。これは脳が危険から身を守ろうとする生存本能によるものなので、あなたが悪いわけではありません。ですが、思い返すたびに当時の苦しさを再体験したり、相手をやっつけたいと強く思えば思うほど、実は相手ではなく、あなた自身が一番傷つき苦しくなってしまうという悲しいメカニズムがあります。そこで今回は、なぜ嫌な記憶や復讐心は何度も蘇り、辛さを倍増させるのか、そして辛い感情を手放して心を解放する体験型ワーク、この二つを丁寧にお伝えしていきたいと思います。この時間は思考から感覚に戻る時間として捉え、意識を胸の中心に向きながらゆったりとお聞きください。前回の動画では、嫌な出来事が起きたとき、思考で解決しようとするのをやめて、身体感覚に意識を向け、感情にただ寄り添うことで、辛さは自然と消えていくというお話をしました。出来事はもう過ぎ去ったし、一旦は気持ちも落ち着いた。そう思っていても、時々ふっと過去の嫌な出来事を思い出してしまうことってありますよね。人間には過去の嫌な記憶を思い出しているとき、脳が今まさにそれが起きていると勘違いしてしまう性質があります。だからこそ、ただ思い出しているだけなのに、当時の動機や不安、怒りがリアルに蘇ってきて、今この瞬間に傷ついてしまうんです。さらに厄介なのが、思い出しているうちにどんどん話が大げさになっていくこと。あんなひどいことも思われていたのかも。これからもずっとこうなんだと、ネガティブな妄想が膨らみ、嫌な感情が何倍にも増幅してしまいます。つまり私たちは、事実にはない背景や未来の絶望まで知らず知らずのうちに自分で創作してしまっているんです。実際の出来事で傷つく以上に、思い返すたびに自分自身をさらに傷つけてしまう。この時脳の中では一体何が起きているのでしょうか。4つのメカニズムに分けて解説していきます。まず最初に、脳科学において記憶は一度録画したら変わらないビデオテープではありません。思い出すたびに一度分解され、再保存されるという性質があります。過去の嫌なことを思い出したとき、その瞬間に感じている強い不安感が過去の記憶と混じり合い、当時の事実に今の嫌な感情と妄想がセットで上書きされてしまうため、思い出すたびに実際よりもひどい出来事へと脳内で悪化していってしまいます。次に、心理学では感情一致効果と呼ばれていますが、嫌なことを思い出して脳が不快モードになると、脳は不快モードにぴったり合う情報しか探さなくなります。当時の相手のちょっとした仕草を馬鹿にしていたに違いないと悪意を持って解釈したり、
関係のない別の嫌な思い出まで連想ゲームのように引き出してしまうため、事実にない絶望ストーリーを作り上げてしまうんです。そして、ぼーっと考え事をしているときに、脳内ではデフォルトモードネットワークという回路が働いています。デフォルトモードネットワークは自分の過去や未来を分析する大切な回路ですが、ネガティブな感情と結びつくと妄想マシンに変貌します。もしあの時こう言われていたら、裏ではこう思われていたのでは、と、起きてもいない最悪のシナリオを自動で生み出し続けてしまうのです。そして最後に、脳には体の反応や感情の強さから出来事の大きさを逆算するという癖があります。妄想によって胸が苦しくなったり、冷や汗が出たりすると、脳はこんなに苦しいんだから、あの出来事は自分が思っていた以上に恐ろしいことだったんだと判断してしまいます。今の体のストレス強度を基準にして過去の重さを測ってしまうため、どんどんさらにひどいことだったと感じてしまうんです。まとめると、この時脳の中ではこんな足し算が起きています。現実の事実はわずか1の出来事。そこに脳の妄想や感情といった演出が9も脚色されてしまう。その結果、あなたの体感としては10の絶望感になってしまっているんです。事実以上に辛く感じるのは、あなたが大げさなわけではありません。脳がホラー映画の監督になって演出を森に持ってしまっているだけなんです。妄想が膨らんできたら、あ、今脳が映画の演出をモリモリに仕上げてるな。どこまでが事実で、どこからが私の推測なんだろう。と、一歩引いて眺めてみてください。それがこの悪循環を止める第一歩になります。ここで、冒頭のコメントにあった相手をやっつけたい、ギャフンと言わせたいというドロドロした思考についても深掘りしていきましょう。実は、相手をやっつけたいと思うとき、私たちはこんな行動を取りがちです。身近な誰かに話して、それはひどいねと同感してもらおうとする。SNS にこんなにひどいことをされたと投稿して、味方や共感のコメントをもらってスッキリしようとする。誰かに話したり、SNS で共感してもらえば気持ちは晴れるはずと思いますよね。ですが、実はこれ、一時的な吐き出しにはなっても、結果としてあなた自身の傷をより深くしてしまうという恐ろしい落とし穴があるんです。なぜなら人に話したり文章で表現したりするとき、あなたの頭の中ではあの嫌な出来事をもう一度リアルに再上映しているからです。さらには、どれだけひどいかを伝えるために、無意識にストーリーをより大げさに、感情をより激しく表現しようとします。そして、ひどいよね、信じられないと同調や共感をもらうたびに、脳は、やっぱりあの出来事は大惨事だったんだ。あの人は絶対的な敵だと確信を強めてしまいます。つまり、吐き出しているつもりで、実は嫌な記憶と激しい怒りを心に強固にすり込み直す作業をしてしまっているんです。また脳の無意識の領域は自分と相手の区別がつきません。あいつをやっつけたい、ひどい目に遭えばいいと誰かに愚痴ったり SNS に書いている間中、脳はその激しい攻撃性を自分が攻撃されていると誤解し、ストレスホルモンを出し続けてあなた自身の心身をじわじわと痛めつけます。やっつけようとしたり、誰かに共感してもらおうと必死になるほど、あなたの貴重な時間とエネルギーは嫌な相手に占領されてしまいます。これってすごく悔しくありませんか？ちょっとご自身を振り返ってみてください。
過去に友達や家族へこんなひどいことをされたんだと話して共感してもらった後、その嫌な出来事はきれいさっぱり忘れられましたか？あるいはしばらくするとまた誰かに愚痴を言いたくなる衝動に駆られませんでしたか？そして愚痴を言えば言うほど当時の怒りや辛い記憶がよりリアルに蘇ってきませんでしたか？そうなんです。外に吐き出して共感を得ようとしても、記憶の再生ボタンを自分で何度も押し直してしまうため、根本的な解決にはならないんです。本当に心がすっきりする唯一の方法は、誰かに話して共感を求めることでも、相手をやっつけることでもなく、相手をどうでもいい存在にして、自分が圧倒的に幸せになることなんですね。心が何かに引っかかって前に進めなかったり、いつも同じパターンでつまずいてしまうとき、そこには過去の未解消な感情が心のブレーキ、ブロックとして残っていることがよくあります。本来悲しみや怒りといった感情は波のようにやってきて、しっかり感じきることで自然と去っていくものです。しかし、過去にあまりにも辛い体験をすると、心はあなたを守るために感情を麻痺させる思考で蓋をするという防衛反応をとります。こうして感じきることができずに残った感情のエネルギーが心の中にコリのように残り、ブロックとなってしまうのです。このブロックが心に残っていると、私たちの毎日に様々な影響が出てきます。まず行動のブレーキになってしまうこと。新しいことに一歩踏み出そうとするとき、また傷つくかもしれないと無意識にブレーキをかけて行動を止めてしまいます。次に同じ悩みを繰り返してしまうこと。もう傷つきたくないという警戒心が強くなりすぎるあまりに、相手に対して防衛的になってしまい、結果的に昔と同じような嫌な人間関係を再現してしまうんです。そして何もしていなくても疲れてしまうこと。辛い感情に蓋をし続けること自体に、脳や体は無意識のうちにものすごいエネルギーを使っています。そのため、特別何もしていないのになぜかずっと体が重くて疲れると感じてしまうんです。さらに、このブロックはなんとお金の巡りにも大きく影響してきます。例えば子供の頃大人からお金を持ちすぎると怖い目に遭うよと言われたり、お金は汚いものだといった言葉をよく聞いて育ったとします。そうすると心の中にお金イコール恐怖で汚いものという強いブロック、思い込みが作られてしまいます。すると脳はあなたを危険から守ろうとして無意識のうちにお金が入ってくる機会を遠ざけたり、せっかく入ってきてもすぐ手放してしまうような行動を取らせてしまうんです。人間関係も行動力も、そしてお金の巡りも、すべては過去の未解消な感情や刷り込みがブロックとなってあなたのブレーキになってたんですね。冒頭のコメントで嫌な人にまた出会ってしまうとおっしゃっていたのも、この心のブロックが無意識のうちに働いて同じパターンを引き寄せてしまっていたからなんです。ここでちょっとご自身を振り返ってみてください。新しいことへ一歩踏み出すのが
無性に怖かったり、人前で話すことなど、特定の分野になるとどうしても足がすくんでしまったりすることありますか？もしかしたら、心の中に残ったままの未解消のブロックが今のあなたを止め、苦しめているのかもしれません。では、この辛い記憶や怒りのブロックを溶かしていく感情の消化ワークを今から一緒にやってみましょう。楽な体勢で、はーっと口から吐き出し、体の力をストーンと緩めます。今、あなたの中で何度も思い返される辛い記憶があるとします。それを少しだけ思い出すと、体の感覚はどんな風に変化するでしょうか？胸のあたりの感覚、みぞおち、お腹、肩や首、喉の感覚、体温の上がったり下がったりする感覚、嫌な感覚が感じられたら、それはずっとあなたの中に残っていた傷ついた感情なのかもしれません。もし辛ければ、今日はここで終わりにして、意識の向きを楽しいことに切り替えてください。もし大丈夫そうであれば、手のひらを胸やお腹など嫌な感覚のある場所に優しく当ててみます。そしてただ、ああ、ここにあるなぁと感じます。心の中でその嫌な感覚に向かってこう語りかけます。辛かったよね。悲しかったね。痛かったね。悔しかったよね。傷ついたんだね。今まで気づいてあげられなくてごめんね。でももう逃げないよ。ずっと一緒にいるよ。悲しそうな幼い子供を優しくぎゅーっと抱きしめてあげるイメージで、無理と悲しみや苦しみを沈めようとせず、泣いてもいいんだよ。怒ってもいいんだよ。悔しくて
泣き叫んでもいいんだよ。感情は、ただ気づいてもらって包み込まれると安心して溶けていく性質があります。苦しさや熱さが波のようにじわーっと広がり、呼吸とともに少しずつ外へ抜けていくイメージをします。体の感覚が少し和らいできたら、次に心のブロックを外し、あなた自身の人生を取り戻すためのアファメーションを行っていきます。私の後に続いて、心の中で、または小さなお声でつぶやいてみてください。私は嫌な相手のために自分の貴重なエネルギーを使いません。私は怒りも悲しみも悔しさもすべて優しく包み込んで消化させます。私は過去を手放し、私自身の幸せに集中することを選びます。ゆったりと呼吸をして、息を吐くたびに苦しさや悲しさが体の外へスーッと吐き出されるイメージをします。いかがでしょうか？今、どんな感覚がしますか？過去の嫌な出来事は思い返すたびに脳が演出を加えて大きくなっていただけなのかもしれません。過去の嫌な出来事が思い返されたら、それは単に脳がホラー映画を上演し始めただけと客観的に捉えて、それによって湧き上がる体な嫌な感覚にただ気づき、寄り添い、見守る。苦しみを伴う過去記憶を一つずつ消化していくと、
毎日が驚くほど軽やかに変わってきます。皆様の毎日が穏やかで軽やかになりますように。今回もご視聴いただきありがとうございました。